先週の金曜日ですよね。中東で停戦合意のニュースが世界中を駆け巡ったじゃないですか。はい、原油市場が急落したなんていう報道もかなり大々的に出ていましたよね。そうそう。で、今、これをお聞きの皆さんも、週末に車を運転しながら、これで少しはガソリン安くなるかなって、絶対期待したと思うんですよ。私自身もその一人でして。ええ、うんうん。それで、今日ちょっとウキウキしながら、ガソリンスタンドの看板を見上げたんです。そしたら、先週と全く同じ160円。もう1円も変わっていなかったんですよ。見事に裏切られた感じですよね。そうなんです。なんで平和が訪れて、ニュースでは原油急落って言ってるのに、私たちのお財布からは高いお金が消え続けるんだろうって、すごくモヤモヤして。そのお気持ち痛いほどわかります。ただ、今日お持ちいただいた資料ですよね。行動経済学の価格設定に関する最新の論文とか、資源エネルギー庁が発表している直近の価格推移データなんかを掛け合わせて分析していくとですね、はい。これが単なるガソリンスタンドの気まぐれとか意地悪ではなくて、ちゃんとした構造があることがはっきりと見えてくるんですよ。なるほど。ということで今回の深掘りテーマは、なぜニュースの印象と目の前のメーターの数字が違うのかという疑問を徹底的に解剖していきます。ええ。データや研究をもとに見えない構造を解き明かして、最終的には皆さんが今日から使える家計防衛のための具体的な給油のコツまでたどり着くのが本日のミッションです。よろしくお願いします。まずは現状の確認からいきたいんですが、今、私たちがどれくらいダメージを受けているのか、ちょっと数字で見てみたいんですよね。はい。資源エネルギー庁の最新データを見るとですね、2026年1月時点で全国のレギュラーガソリンの平均価格ってだいたい155円台で推移しているんです。155円台。去年の2025年末には一時160円を超える週もありましたからね。いや、160円超えってほんと痛いですよ、体感として。歴史的に見てもこれはかなり高い水準なんですよね。2000年代初頭なんかはリッター90円から100円台でしたし、ありましたね、そんな時代も。はい。最近でも2020年のコロナ禍の時は120円台まで下がった時期もありました。地方にお住まいの方とか、どうしても車が必要な皆さんの生活を考えると、今の価格は非常に重い負担になっています。ですよね。ちょっとここで皆さんの生活に直結する計算をしてみましょうか。お願いします。例えば、週に1回車に乗って月に合計100リットル給油する家族を想像してみてください。120円の時代と今の155円の時代を比べると、1ヶ月でなんと3500円の差が出るんですよ。3500円。これ年間計算するとなんと4万2000円です。決して小さな額じゃないですよね。4万2000円あったら家族全員でちょっといい外食に8回から10回行けますし、お子さんの習い事の1年分くらいになっちゃいますよ。それが知らないうちに消えているという。はい。まさに家計への見えないボディーブローですよね。じわじわ効いてくるという。でも、ここでやっぱり最初の疑問に戻るんですけど、戦争とか紛争が終われば、原油価格って下がるはずですよね。歴史的に見てもそうじゃないんですか？そこで興味深いのが歴史の教訓なんですよ。例えば、1990年の湾岸戦争をちょっと振り返ってみましょうか。はい、湾岸戦争ですね。この時、中東の情勢不安から原油価格ってわずか2ヶ月で1バレル15ドルから40ドルへと、だいたい 2.5 倍以上に跳ね上がったんです。2ヶ月で 2.5 倍。すごい急騰ですね。でもその後、多国籍軍が勝利して戦争が終わったわけですよね。じゃあガソリン価格はどうなったかというと、すぐには下がらなかったんです。戦争が終わって冒頭が落ち着いたのに、すぐには下がらなかったんですか？はい。在庫がさばけて元の水準に戻るまでに、なんと半年もかかったんですよ。半年も。そして今回も同様に、私たちの目の前には大きく分けて3つの壁が立ちふさがっているんです。なるほど、3つの壁ですか。その1つ目が今の話にも出た在庫のタイムラグということですね。その通りです。ここが分かると、なぜ価格がすぐ下がらないのか、そのメカニズムがスッと腑に落ちると思いますよ。ちょっと詳しく教えてください。はい。中東で採掘された原油ってすぐに日本のスタンドに来るわけじゃなくて、まずタンカーに乗せられて日本に届くまでだいたい2週間から3週間かかります。船旅ですね。そしてそこからさらに製油所でガソリンとして精製されて、全国のガソリンスタンドに配送される。これにもまた数週間かかるわけです。ということはトータルすると、だいたい約1ヶ月から 1.5 ヶ月のタイムラグがあるんです。
つまり、今日あなたがスタンドで入れているガソリンは、実は1ヶ月前に中東で船積みされた高い原油で作られたものなんですよ。ああ、そういうことか。はい。石油元売り会社としては、その高い時に買った在庫をまず売り切らないといけないんです。いや、これすごくわかりやすいです。これってあれですよね。街のカフェのコーヒー豆と全く同じ構造ですよね。コーヒー豆ですか？ええ。例えばカフェの店長さんがコーヒー豆の価格がすごく高い時にどっさり仕入れてしまったとしますよね。はいはい。その後、テレビでコーヒー豆の価格が暴落しましたってニュースが流れても、お店の裏にある高い時に買った豆を全部使い切るまでは、コーヒー一杯の値段って安くできないじゃないですか。うん、確かにそうですね。そこで安くしちゃったら仕入れ値より安く売ることになって、お店が赤字になっちゃいますもんね。いやー、見事な例えです。まさにその通りで、専門用語を使わずに言うと、そういうことになります。在庫を抱えるすべてのビジネスで起きる、言ったって正常な経済の摂理なんですよね。なるほどな。店長さんは意地悪してるわけじゃなくて、ただ生き残ろうとしていただけだったんですね。そういうことです。いやでもちょっと待ってくださいよ。在庫のタイムラグの事情はよくわかりました。でもそれなら上がる時も1ヶ月遅れるはずじゃないですか。お、いいところに気がつきましたね。ですよね。なんか戦争が起きた途端、次の日とか数日後にはスタンドの看板の値段がパーンと上がっている気もするんですよ。あれはずるくないですか？いや、その違和感こそが今日読み解くべき行動経済学の核心部分なんですよ。核心部分。ええ、経済学の世界で1990年代から研究されているロケットと羽の法則というものがあります。英語でロケッツ&フェザーズ現象と呼ばれるものなんですが、ロケットと羽。面白い名前ですね。どういう意味なんですか？これはですね、価格が上がるときはロケットのように早くドカンと急上昇して、下がるときは波紋のようにゆっくりとしか落ちてこないという価格変動の非対称性のことなんです。非対称性？はい。世界各国の研究で確認されていまして、例えば2008年のリーマンショック前後のデータでも、原油価格の下落がガソリン価格に反映されるスピードは上昇時の半分だったんです。半分。つまり、下がるときは 1.5 倍から2倍も遅かったという事実が示されているんですよ。へえ、2倍も遅い。それってやっぱりスタンド側が利益を出すための便乗値上げなんじゃないですか？まあ、悪意のある便乗値上げだと言いたいなる気持ちもよくわかるんですが、理由はもっと構造的で複雑なんですよ。大きく分けて3つの要因が絡んでいます。はい、3つの要因。1つ目は先ほどお話しした在庫リスクの問題ですよね。そして2つ目は競合他社とのゲーム理論的な横並び意識なんです。横並び意識。先に値下げをした会社だけが利益を削られる構造があるので、みんなお互いの様子を伺ってしまって、なかなか下げられない。ああ、誰が最初に猫の首に鈴をつけるかみたいな状態ですね。そうです、そうです。そして3つ目が非常に重要なんですけど、何ですか？実は私たち消費者の心理なんですよ。私たちの心理が関係してるんですか？はい。ちょっと想像してみてほしいんですが、価格が急騰するというニュースを見たとき、皆さんはどう行動すると思いますか？それはもっと高くなる前に早く入れなきゃってパニックになって、とりあえず慌ててスタンドに駆け込みますよ。満タンにしておこうって。ですよね。そうやって需要が急激に増えるので、スタンド側も在庫確保のために価格を上げざるを得ない。あるいは高くても売れる状態になるわけです。なるほど。これがロケットのように早く上がる理由です。一方で、価格が下がり始めたというニュースを聞いたときはどうですか？安くなったんだ。よかった。じゃあ週末の買い物のついでにでも入れようかなって結構のんびり構えちゃいますね。わざわざ遠くの安いスタンドを探すのも面倒だし、今すぐ行かなくてもいいかって。まさにそこなんです。消費者がのんびり構えたり、価格に対する敏感さを失ったりするため、スタンド側も急いで値下げして客を奪うインセンティブ、動機が働かないんですよ。つまり、私たち消費者の価格変動に対する反応の違いそのものが、ゆっくり落ちてくる羽を作り出す大きな要因になっているんです。うわ、私たちが羽を作っていた犯人だったとは。そうなんですよ。なんか上がるときは本能的にすぐ動いちゃうけど、下がるときは安心しきっちゃうんですね。人間の心理って面白いけど残酷ですね。この現象って実はガソリンだけじゃなくて、航空券の値段なんかでも似たような動きが確認されているんですよ。確かに航空券もそんな感じします。企業側の事情と消費者側の私たちの非対称な反応、両方が相まって価格はゆっくりとしか下がらないんですね。おっしゃる通りです。ロケットと羽が世界共通の心理現象だということはよくわかりました。でも先生、
今の日本って、それにしてもガソリン高止まりしすぎていませんか？はい、そこが第3の壁になります。現在の日本が直面している固有の三重苦ともいえる複雑な構造があるんです。三重苦。ええ。ここはまあいろいろな政治的な意見もあるところですが、本日は賛否には触れず、資料にある事実だけを淡々と整理してみましょお願いします。う。第一に、円安の影響ですね。日本って原油をほぼ 100% 輸入に頼っているわけです。はい、そうですよね。原油はドル建てで取引されるので、円安になればなるほど仕入れコストが上がります。例えば、1ドル110円台から150円台へ下落したことで、それだけで円建ての仕入れコストって約 35% も増加した計算になるんですよ。35% 増。いや、ただでさえ原油が高いのに、為替のダブルパンチを受けてるわけですか。そうなんです。そして第2に政府の補助金の縮小です。一時期最大でリッター約41円もの補助金を石油元売り会社に出して価格を抑えていたんですが、はいはい、ニュースでよくやってましたね。これが今段階的に大幅に縮小されているんです。なるほど。でもちょっと待ってください。第3の壁って税金の話ですよね。ええ、そうです。私覚えてるんですけど、去年の、2025年の12月に長年上乗せされていた 25.1 円の暫定税率が廃止されたじゃないですか。はい、ありましたね。あの時みんなこれでついにリッター25円安くなるぞって大喜びしましたよ。でもメーターは変わらなかった。はい、ここにも非常に複雑なからくりがあったんです。確かに 25.1 円の税金は廃止されたんです。でも政府はそれと全く同じタイミングで石油原売り会社に出していた1リットルあたり約25円の補助金も同時に打ち切ったんです。ちょっと待ってください。それって。ええ。税金が25円下がって安くなるはずが、原売り会社への補助金が25円消えたことで、原売りからの卸売価格が25円跳ね上がったんです。うわ。結果として、スタンドの店頭価格、つまり消費者が支払う金額としては、プラスマイナスゼロに相殺されてしまったんですよ。なんてことだ。右手で税金を下げてくれたって喜んでいたら、左手で補助金をこっそり回収されていたわけですか。そういう構造だったんです。そりゃ私たちの目に見えるメーターの数字が変わらないわけですよ。ため息出ちゃいますね。為替の変動、補助金の縮小、そして税制変更による相殺。この複雑に絡み合った構造が今の日本のガソリン価格を高止まりさせている正体なんです。いや、正直ちょっと打ちのめされました。1ヶ月のタイムラグに私たちの心理の罠、そして国の複雑な制度。なんかこれ、個人でどうにかできるレベルの話じゃない気がしてきたんですけど。ははは、そう思っちゃいますよね。いやでもここで終わったらこの深掘りの意味がないですから。相手の構造が分かったからには、私たち生活者はどう立ち向かえばいいんでしょうか。大丈夫です。相手の構造と自分自身の心理の罠が分かれば必ず打ち手はあるんです。おお、本当ですか。はい。具体的には給油のタイミングのルール化です。ルール化、どういうことですか。ええ。先ほどのロケットと羽の話で価格が上がるときに今すぐ満タンにしないと不安と思ってしまう心理の罠がありましたよね。はい。パニックになって駆け込んじゃうやつですね。これを逆に取るんです。例えば、停戦などのニュースで原油価格の下落が報じられた直後、ここはまだ高値の在庫が残っていますし、羽がゆっくり落ちている最中ですよね。1ヶ月は待たなきゃいけない。だからここで、安くなるかもと焦って満タンにしてはいけないんです。なるほど。じゃあギリギリまで粘るんですか。でもガス欠になるのは怖いですよ。そこで、メーターが3分の1以下になったら、20リットルだけとか必要な分だけ小分けにして入れるんです。ちょっとずつ。そうです。そして1ヶ月から 1.5 ヶ月後、高い在庫が完全に入れ替わって価格の下落が店頭にしっかり反映された瞬間を狙って、はい。そこで初めて満タンにするんです。理にかなってますね。これ具体的に計算してみましょうか。お願いします。例えば今の160円が 1.5 ヶ月後に148円に下がったとしますよね。そのタイミングを待ってから50リットル満タンに入れたら1回で600円の差が出ます。そうですね。たかが600円と思うかもしれませんが、これ給油のタイミングをずらすだけで年間3000円から6000円も節約できる計算になるんですよ。その通りです。知識が直接家計の防衛につながるわけです。どうせ高いままと諦めるのではなくて、構造を理解したことで個人レベルでコントロールできる部分が見えてきたんじゃないでしょうか。いやー、見えましたね。今これをお聞きの皆さんもぜひ今日学んだこの仕組みをご家族で共有してみてほしいんですよ。いいですね。車の中でまたガソリン高いね最悪って愚痴を言う代わりにですね、うんうん。
今は中東から船が来てる最中だから小分け給油時期だねとか、来月ドカンと安くなったら満タンにしようって話すんです。かっこいいですね。そしてさっき計算した浮いた年間4万円で家族でどこに遊びに行くかとか何を食べに行くか、そんな前向きな家計管理の目標を立ててみてはどうでしょうか。素晴らしい提案だと思います。そしてですね、その構造を理解して浮いたお金をどう使うかというのが実は次のステップでもあるんです。次のステップ、投資とかですか？例えば月々1000円からでもいいので、エネルギー価格の高騰と連動して価値が上がりやすいゴールド、金ですね。あとは外貨建ての資産なんかに少し分散して投資してみる。なるほど、リスクヘッジですね。はい。ガソリンスタンドでの数百円の節約からスタートして、マクロ経済の視点を持ち、世界経済の波を乗りこなしていく。これが立派な資産防衛の第一歩になります。インフレを乗り越えるための実践的なアプローチですね。いやー、すごく勉強になります。さあ、そろそろ本日の総括ですね。はい。1ヶ月の在庫タイムラグ、私たちの心理が作り出すロケットと羽の法則、そして日本特有の複雑な三重の壁。これらを知った皆さんは、次にニュースで停戦とか原油急落っていう文字を見たとき、きっと周りの人とは違う視点で、冷静にガソリンスタンドの前を通り過ぎることができるようになっているはずです。かつて世界的な投資家のウォーレン・バフェットはこう言いました。リスクとは自分が何をやっているかわからないことから生まれると。深い言葉ですね。今日ガソリン価格の構造を知って行動の理由を理解した皆さんは確実に見えないリスクを一つ手放したと言えるでしょう。素晴らしいです。さて最後に皆さんへ一つちょっとした宿題を出させてください。お、宿題ですか？はい。今回集めた資料の中には、先ほど触れた産油国の OPEC プラスの動向とか、あと世界的な電気自動車へのシフト、そして日本のエネルギー安全保障の脆弱性についてのヒントも実は書かれていたんですよ。ありましたね。そこから考えると、もし日本がこの先も原油を 100% 輸入に頼り続けて、政府の補助金も永遠には続かないとしたら、数年後、私たちはいつ給油するかというテクニックの話ではなくて、そもそも車という移動手段をどう見直すかという、もっと根本的な選択を迫られる日が来るかもしれません。確かに避けては通れない問題ですね。あなたなら、その未来にどう備えますか？ぜひ日常の中で少し考えてみてください。それでは次回もまた深いところまで潜っていきましょう。お付き合いいただきありがとうございました。